利益も損失もゼロになる点、損益分岐点。おはようございます。まさるです。今回は損益分岐点について一緒に勉強していきましょう。それでは今回の問題に挑戦してください。IT パスポート平成30年秋問い27。ある商品を表の条件で販売したとき、損益分岐点売上高は何円か。販売価格1個あたり300円。変動費1個あたり100円。固定費は10万円です。あ、15万円。い、20万円。う、25万円。え、30万円。どれが正解でしょうか。それでは正解の発表です。正解はあ、15万円が正解です。それでは解説していきます。今回の動画で取り扱う損益分岐点売上高というのは言葉から説明するととても難しく感じるので、まずは身近な例で説明してみたいと思います。あなたがフリーマーケットに出店する場合を想像してください。あなたはフリーマーケットで手作りのキーホルダーを1個500円で売ります。そのキーホルダーの材料費は100円です。出店代金が4000円の時、いくつキーホルダーを売れば元が取れるでしょうか。一緒に考えていきましょう。手作りのキーホルダーは500円です。材料費が100円なので、1個売れば400円の利益です。つまり10個売れば利益が4000円となり、出店代金の元が取れますよね。ここまでとても簡単ですよね。この元が取れる売上高のことを損益分岐点売上高と言います。今回の例の場合、500円の商品が10個売れると元が取れるので、損益分岐点売上高は5000円です。この損益分岐点売上高は公式を使って求めることもできます。利用する公式は損益分岐点売上高イコール固定費割る1マイナス変動比率です。今回の例に当てはめると、固定費4000円割る1マイナス変動率で計算すると求めることができます。変動比率というのは販売価格に対して変動費がどれくらいあるかという割合です。なお変動費というのは売上に比例した費用のことです。今回の場合500円のうち100円が変動費なので、変動比率は5分の1です。1マイナス変動比率によって変動費を取り除いた販売価格の割合が出てきます。今回は5分の1が変動費なので、残りの5分の4が変動費を除いた販売価格です。そして固定費イコール元を取るための金額なので、その金額を変動費を引いた販売価格の割合である5分の4で割ってあげると5000円になります。公式によって求められた5000円はもちろん最初に利益を計算して算出した計算結果と同じになります。どちらでも計算することができるので、自分がやりやすいと思う方を使って計算してみてください。それでは今回の問題に当てはめて損益分岐点売上高を考えていきましょう。今回の問題は販売価格が1個あたり300円、変動費が1個あたり100円、固定費が10万円です。パン屋さんを例に考えてみましょう。パンの販売価格が1個300円です。変動費は売上に比例した費用です。今回は小麦などの材料費だと思ってください。固定費はパン屋さんの家賃などが該当します。今回は10万円が固定費です。パンをどれくらい売り上げれば固定費の10万円を払うことができるのか。この点が損益分岐点売上高です。まずは利益から計算していくやり方です。パンの価格から変動費として材料費を引くと利益を計算することができます。今回の場合200円がパンを1個売った時の利益です。そして家賃などの固定費が10万円です。10万円割る利益の200円で、パンをいくつ売ったら固定費を払うことができるのかを算出することができます。その結果、500個のパンを売れば固定費を払えることがわかります。そして最後に500個売った時の売上高を計算しましょう。300×500 で15万円が算出できます。よって販売価格300円のパンを15万円分売り上げると、固定費と釣り合い、損益分岐点売上高になります。では次に公式を使って計算しましょう。損益分岐点売上高は固定費割る1マイナス変動比率です。今回の場合10万円割る1マイナス変動比率です。変動比率は変動費割る売上高で計算することができます。
今回の場合 100÷300 で3分の1です。販売価格の3分の1が材料費。よって残った3分の2が利益です。固定費10万円を3分の2で割ると15万円と算出することができます。公式を覚えられる人は公式を使った方が楽に計算できるかもしれませんね。それでは問題を見直しましょう。ある商品を表の条件で販売したとき、損益分岐点売上高は何円か。正解はの15万円です。公式を覚えるのが苦手な人は利益を計算して販売個数を計算して損益分岐点売上高を計算する方法。公式を覚えるのが得意な人は損益分岐点売上高イコール固定費割る1マイナス変動比率を使って計算してみてください。では損益分岐点に関わる別の問題に挑戦してください。 IT パスポート平成29年秋問い16。ある商品の1年間の売上高が400万円、利益が50万円、固定費が150万円であるとき、この商品の損益分岐点での売上高は何万円か。240万円、300万円、320万円、350万円。それでは正解の発表です。正解はの300万円です。この問題は変動費がないので少し戸惑いますよね。ただ与えられた情報から変動費を計算することができます。まずは情報を整理していきましょう。1年間の売上高が400万円、利益が50万円、固定費が150万円です。表にするとこのようになります。売上高400万円の内訳は50万円が利益、固定費が150万円です。つまり残りの200万円が変動費にあたります。今どういう状態なのか絵にしてみましょう。天秤の売上の方に利益50万円を含む売上400万円と、天秤の費用の方に固定費150万円と変動費200万円を含む350万円で、売上の方が50万円重い状態になっています。この天秤が釣り合うように売上高を調整する必要があります。今回は公式を使って計算していきましょう。損益分岐点売上高は固定費割る1マイナス変動比率で計算することができます。固定費150万円割る1マイナス売上高400万円分の変動費200万円です。計算すると150万割る2分の1になります。それを計算すると売上高300万円が損益分岐点売上高になります。次は公式を使わずに計算する方法でやってみましょう。売上高400万円に対して200万円が材料費です。言い換えると売上高の半額が利益になっているということになります。つまり売上高100万円なら利益は50万円、売上高200万円なら利益は100万円、固定費150万円を払うために150万円の2倍である300万売り上げる必要がある。このように考えることもできます。それでは問題を見直しましょう。ある商品の1年間の売上高が400万円、利益が50万円、固定費が150万円であるとき、この商品の損益分岐点での売上高は何万円か。正解はの300万円です。一見すると変動費がわからない問題なんですが、もしわからない場合でもこのように絵にしてみることで変動費などが見えてくることもあります。計算問題はちょっとめんどくさいと感じるかもしれませんが、解き方を覚えれば確実に得点できる問題です。しっかり計算の練習をして得点源にしていきましょう。それではここでブレイクタイム。問題とは関係ありませんが、今回のテーマに関わるエピソードを紹介したいと思います。最近は副業をする人が増えていますよね。代表的な副業で背取りというものがあります。背取りというのは安く仕入れて仕入れた金額よりも高く売って利益を出すという副業です。例えば近くの電化製品屋さんでマウスが特別価格800円で売っていました。このマウスを Amazon で1000円で売るとします。なお Amazon は出店するために手数料として毎月4900円がかかります。この場合の損益分岐点売上高を考えてみましょう。今回は公式を使って考えていきます。固定費4900円を支払うためには4900円割る5分の1で24500円だと分かります。
つまり24,500円分売り上げないと出店代金で赤字になってしまうということです。このように損益分岐点売上高の算出方法を知っておくと、これからもし副業をするときにも役立つかもしれませんね。それでは最後に復習です。 IT パスポート平成30年秋問い27、ある商品を表の条件で販売したとき、損益分岐点売上高は何円か。正解はの15万円です。次の問題、 IT パスポート平成29年秋問い16、ある商品の1年間の売上高が400万円、利益が50万円、固定費が150万円であるとき、この商品の損益分岐点での売上高は何万円か。正解はの300万円です。損益分岐点売上高イコール固定費割る1マイナス変動比率。この公式を覚える、もしくは販売価格、変動費、固定費が何を表しているのかをしっかり理解しておけば答えを導き出すことができます。計算問題は大変ですが練習頑張ってやってみてください。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ IT を勉強しているお友達に動画をシェアしていただけるととても嬉しいです。そして最後にお知らせです。2024年1月からマサルの勉強部屋が運営するオンライン自習室がスタートしています。 IT を一緒に勉強する仲間が欲しい方、チャンネルメンバーシップに登録して Discord で行われるオンライン自習室に参加してみてください。詳細は概要欄をご覧ください。皆さんと一緒に勉強できるのを楽しみにしています。